連休住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。最近はですね、私なんか京都に住んでると特に思うんですけれども、旅行者の方がようやく戻ってこられましたね。本当に海外からも国内からもたくさんの方が、京都にお越しくださってありがたいなと思うんですけれども、その反面ですね、この旅行に来られた方がなかなか宿泊施設が取れないそうですね。もう金額がめちゃくちゃ上がってる部屋もあったり、あるいはもう部屋自体がもういくらお金を払っても取れませんというような状態が、観光シーズンは特に京都は多くなった、ようなことをお聞きしてます。で、そんな中ですね、ある方がどうしても夏に京都に旅行が行きたいって言って、いろんなところ、ホテルや旅館やいろんなの当たられるんですけれども、もう全部断られたそうなんです。今回はその方についてのお話なんですけれども、なぜそうまでして家族で京都に来たいのか、そういう理由がこの男性にはあるんですけれども、その理由は何かと申しますと、実は結婚記念日なんですね。いつも結婚記念日になると、ご夫婦で京都に来るっていうのが恒例になってられたそうなんです。ところが数年間ちょっと間が空いたりして、であるいは子供さん授かられたりしてですね、なかなか来れなかったんですけれども、今年こそは節目の年なのでということで、どうしても京都に行きたい。だから頑張ってホテル宿泊施設探されるんですけれども、なかなか取れないそうなんですね。本当ならばもう何年か前、あるいは遅くても半年前ぐらいには、夏場は混みますから、予約されるそうなんですけれども、この時はちょっとうっかりしてですね、行く日がどんどん近づいてきて、そういえば宿泊場所取ってない、そんな風になられたそうなんです。でもどうしても行きたいので、じゃあどうしたかっていうと、この男性がですね、ツイッターあるいは SNS と言われるいろんな媒体ありますね。そこに京都で空いている宿ありませんか、何月何日に空いてる宿があったら教えてくださいっていうので拡散をずっとお願いされたそうなんです。そうしますと、ある方からですね、このホテルがおそらく空いてると思うので問い合わせされたらどうですかって言って、電話番号だけが送られてきたそうなんです。でこれ全く見ず知らずの方から教えていただいている情報ですし、一応ちょっとインターネットでいろいろ調べられたそうなんですね。で電話番号を打ってみると大体ホテルなら上がってきそうなもんですけれども、全く何の情報もないんですね。でおかしいな。でも一応もしかするとこれは嘘かもしれない、わかりませんけど一旦電話してみようということで電話をされたわけですね。そうしますとちょっとこれは場所を詳しくは言えないんですけれども、京都の市内ではない京都府下なんですけれども、少し海の近いあたりに電話番号の該当があったそうなんです。それで電話をしてみますと、プルルプルって言うと向こうがガチャンと取られましてね。でいや実は何月何日に泊まりたいなと思ってるんですけど、そちら宿泊施設で間違いないですか、そんなふうなことを言いますと、そうですそうです、こちら宿泊できますよというふうに電話で言っていただいたんで、そうですか、じゃあ丸月丸日にちょっと家族で、お子さんが一人おられるんですけども、子供も一人連れて行きますのでよろしくお願いしますって言うと、わかりました、じゃあ部屋空いてますんで、住所言いますねって言って住所も教えていただいて、それで電話が切れたわけですね。でなんだかんだなんとか京都に取れたなと思って、喜んでその当日の日ですね、京都市内をいろいろ観光して、でレンタカーで、その宿泊場所までずっと行かれたそうなんです。でそのホテルっていうのが京都市内からだいたい車で約2時間ぐらい、行った先になるんですけれども、そこまで車で行かれたんですね。で疲れたのはちょうど夕方ぐらいだったそうなんですけれども、着きますとその近くに看板らしい看板もないんですね。あれ本当にこんな場所で合ってるのかな。でも住所をカーナビに打ち込んでますから、間違ってることはないだろう。ずっと行くんですけども、なかなか宿泊施設らしきものがないらしいんです。でこのカーナビがゴールだと示している場所にはいわゆるマンションが建ってるんですね。でリゾートマンションにしてはまたなんかちょっと違うのかな。
ここで合ってるのかなと思いながらも、フロントといいますか、そのマンションの管理室みたいなところに、ちょっと覗きに行かれたそうなんです。そうしますと向こうから女性の方が来られて、もしかして今日宿泊される方ですかって声をかけてくださった。このマンションでやっぱり合ってるのか。なんとなく暗いと言いますかね。ちょっと古臭いという言い方をすると失礼なのかもしれませんけれども、ちょっと昭和初期に建てられたようなデザインだったそうなんです。で、間違いなくここ宿泊施設ですか？そう言いますと、お名前〇〇さんですかって言われた。そうです、そうです。お電話の方ですね。どうやら間違いないんですね。で、部屋を案内しますって言っていただいて、女性の方にちょっとこれ、建物古そうですね、なんていう話を、その男性の方がされますと、そうなんです。ちょっとだいぶ前に建った建物なんですけれども、大丈夫、もう耐震もしっかりしてますんで、なんて説明を受けながら、部屋まで行かれたんですね。で、部屋まで行く途中もそうなんですけれども、部屋の前に立っても、どう考えてもこれ、マンションの一室のような感じだったそうなんです。でもここは宿泊できるんならもうここしかないですから、ありがとうございますって言って、戸を開けようとしたら、その女性の方がですね、案内の女性の方が、めちゃくちゃ感情がない感じに急になられて、この部屋っていうのはちょっと全部のノブが潰れています。で、入るとすぐに廊下になるんですけど、右に行くと和室、左に行くとキッチンがあります。すごく早口で、急にうわーっとセリフのように、そんな話をされるそうなんですね。で、聞いてるうちに、ノブが全部潰れてるって今よかったような気がしますけどっていう話をしても、ノブが潰れてるってどういうことですか？話に割って入っても女性はずっと続けて喋られるそうなんです。で、チェックアウトは何時です。ということで、何かありましたら、ここには内線が通ってませんから、受付まで言いに来てください。じゃあ失礼しますって言って、女性は帰っていかれた。えらく早口でちょっと、急にびっくりするねなんてことを奥様に言うと、奥様ももうとりあえず部屋入ろう、疲れたからって言って部屋へ入られて、まっすぐ入って左手にキッチンがあるんですけれども、そっちの方をずっと行くと、やはり先ほど説明を受けたようにノブが潰れてるそうなんです。だから戸がちゃんと閉まらないんですね。ただその分安いというふうな説明もされてたと思うから、その分値段が安いから仕方がないかなんて言って、とりあえずお腹も空いたし、もう疲れてるから早くご飯食べよう。で、子供さんもお腹空いたなんてことになって、テーブルの上に買ってきたお弁当を広げてですね、じゃあみんなでいただきましょう。で、いただきますって言ってご飯を食べ始めた。そうするとしばらくすると子供さんが、パパ、猫さんいるって言うんですって。で、猫が入ってきた？どこどこって言うと、ほら、そこに猫がいる、子供が言うんです。でもそこには猫の姿がないそうなんですね。で、猫なんかいい日にどうしたん？ただでさえなんとなく暗いイメージの宿泊施設ですから、ちょっと怖くなられたんですね、ご主人が。でもちょっと猫なんかいい日からやめなさいって言おうとしたその瞬間、奥さんが、あれ？どっから入ってきたんかな？そんなことを言うそうなんです。いやいや、猫なんかどこにいるの？そうまた聞こうとしたら奥さんは、お皿にミルクをジャーっと入れてですね、じゃあここに置いといてあげよう。ちょっとミルクでも飲まそうかって言って置かれたそうなんです。ところがそこには猫はいないんです。ご主人の目には猫が映ってないんですね。で、気持ち悪くなって、もしかしてこれ、冗談で二人がやってるのか。いや、子供がそんな冗談を言うわけないし、もしかすると子供に合わせて奥さんが言ってるのかもしれない。いろんな感情が、ご主人の中に芽生えた時にだんだん腹が立ってきたそうなんです。恐怖のあまりでしょうね。で、おい、そんなミルクをやるなんてことやめなさいって言って床に置いてあるミルクのお皿を持ち上げて台所の方にバッと捨てられたそうなんです。で、それを見た奥さんは、なんてかわいそうなことをするの。どうやら奥さんも冗談じゃないような様子なんですね。でもだんだんとこれ聞くのも怖くなったんで、もうとりあえずご飯を食べて早く寝よって言うと、奥様も仕方がないなとなられたそうなんです。そうしますと子供さんが、猫ちゃんどっか行っちゃったって言ったので、どうやらご主人にだけ見えてない、もし猫が存在したとするならばどっかへ行ったんだろうな、そう思いながら食事を取られたそうなんです。で、食事食べ終わってお風呂に入ってみんなで和室の方に移動してですね、寝られたそうなんですけれども、
寝てるとどっかから猫の鳴き声がニャーニャーって聞こえてきたそうなんですね。もしかするとどっかに猫がいるのかな。で気づくとどうやら外の方で本当の猫なのか何かは分かんないんですけど、猫が鳴いてたのか。もしかしたらさっき自分だけが見えなかっただけでどっかにいたのかもしれないなと思いながら、夜それで目が覚めてですね、ちょっとトイレに行こうということで、ご主人一人でトイレ行かれたそうなんです。で、トイレで用を足してしばらくすると、部屋に戻ろうとしたら、キッチンの方の扉がゆっくりちょっと開くそうなんですね。で、なんか勝手に開いたなと思ってずっと見てると、ちょうどなんとなくこう猫が通れるぐらいのサイズだけが勝手に開いた。でも風が入ったのかもしれない。なんとなくこの猫をずっと頭の中に残ってますから怖いなと思いながら、そのまま寝られたそうなんです。次の日になりまして、じゃあ、何事もなかったからとりあえずもう帰ろうっていうことで、ご主人はちょっと猫のことがあるので怖いので早く帰ろうって言ってそのまま皆さんで自宅の方に帰られたそうなんです。で、帰って、なんとなくまだ宿泊施設の恐怖と言いますかね、なんか不思議な出来事がずっとご主人頭に残ったままだったので、そうなったのかもしれないというふうに思われるそうなんですけれども、その日寝てますとですね、体がガッと動かなくなったような感じがしたそうなんです。この感じがしたっていうのは自分でも動かそうと思えば動かせたのかなと後になって、ご主人がそうおっしゃってたんですけれども、なんとなく体が重い感じがしたんですね。で、その瞬間、ニャーニャーニャー、猫の鳴き声がしたそうなんです。で、猫が鳴いてると思って思わず奥さんを起こしてですね、おいおい、ちょっとこの猫どこで鳴いてんのかな。そう言うと奥さんが、猫の鳴き声なんか全くしてないよ。そう言うそうなんです。でもご主人にははっきりとこの猫の鳴き声がしてる。しかもこの猫の鳴き声はどこからしてるかっていうと、今寝てるこの寝室からするそうなんです。で、いやいや、明らかに猫が鳴いてる声がするやないか。奥さんに説明するんですけども、奥様は、いや、私には聞こえないけどね。そうおっしゃるんですね。仕方なくもうこの猫の話は忘れようと思ってご主人がもう分かったって言って寝ようとしたその瞬間、足元に何か重みを感じたそうなんです。体が重いのになおかつもう少し足の方だけが重くなられたそうなんですね。で、パッと見るとそこに血だらけの猫が座ってたそうなんです。そしてこちらを見てニャーニャー何度か泣いたそうなんです。で、うわっと思った瞬間、その猫がパッと消えて声も同時に消えた。こんな話をその男性の方がしてくださったんですね。で、それから実はこの SNS 上で誰かから紹介されたこの宿泊施設ですから、はっきりとですね、ここで何があったかを調べてみよう。もしかするとなんか心霊スポットでなんか有名な、あるいは事故物件と言われる宿泊施設ではなかったのかなと思ってですね、インターネットでいろいろ住所を調べられるそうなんですけれども、そもそも宿泊施設としてもインターネット上には出てこないそうなんです。だからやっぱりあそこは何かあったのかなと思ってもう一度電話されたそうなんですね。そして受付の女性にもう一度詳しくですね、あの部屋は本当に何もなかったんですか、事故物件とかではないんですか、実はカクカクしかじかこういうことがあったんです、全てを説明されると、その女性がですね、そんなことがあったんですか、やっぱりまだ猫はいるんですね、そうおっしゃったそうなんです。どういうことですか聞きますとですね、あの時説明が非常に早口に急になられましたね。あれ何か、その女性はその部屋に行きたくなかったそうなんです。この建物自体実は昭和のバブルの時に建てられたリゾートマンションだったんですね。ところがだんだんと景気が悪くなったりバブルが弾かれたりする中で売って、どこか行かれる方、あるいは夜逃げ同然にですね部屋をそのまま名義を残したまま出て行かれる方がおられたりして、でその一室も実はそのうちの一つなんですね。でその部屋ではたくさんの猫ちゃんがいたそうなんです。でこの猫を残してご主人家族は消えてしまわれたんですね。ですから猫ちゃんだけがあの部屋で暮らしてた。でおそらくご主人がその家を夜逃げ同然引っ越す時にですね、
猫ちゃんたちが出入りできるようにどうやらドアノブを全部壊していかれた。だから未だにあそこ鍵がかからないんです。そんな説明を受けたそうなんですね。いや、もしかするとその後あの猫ちゃんがあの部屋で何か怪我でもしてですね、血だらけになったんではないか。今一度奥様とその現場へ行かれて、お経をあげてですね、供養してほしいということで、私もちょっと同行させていただいて、部屋まで行かせていただいたんですけども、そこでお経をあげて以来、猫ちゃんの声はなくなったというふうなお話でございました。私たち人間はですね、どうしてもペットちゃんとね、一緒に暮らしたい。私も、ワンちゃんを2匹ほど飼ってましたけれども、最後まで面倒を見るっていうことは、なかなかこれ、大変なことですね。で、一番大変なのは、人間が先に亡くなってしまうと、残された猫ちゃん、あるいは、ワンちゃん、その他のペットさんもそうですけれども、このペットさんたちの運命っていうのはそこで大きく変わってしまうんですよね。ですから、何か動物を飼いたいなと思った時には、この飼ったペットさんが、最後どうなるか。自分がもしいなくなっても、誰か面倒を見てくれる人がちゃんといるかという先々まで考えてからですね、ペットちゃんを、お飼いになっていただきたいなというふうに思います。ということで本日の怪談説法、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。